皆さんこんにちは。この前イタリアのナポリに2泊3日で旅行に行ってきました。今回の動画ではその1日目と3日目のナポリ市内の観光の様子をお届けしたいと思います。イタリアといえばジェラート、ピザ、パスタ、ティラミス、たくさんの美味しいものを食べたので、そちらもご紹介します。ぜひ最後まで見ていってもらえると嬉しいです。いいねやコメント、チャンネル登録もお待ちしてます。おはようございます。朝早起きをしてロンドンのパディントン駅からヒースロー空港に向かっていきます。ナポリまでは2時間半ちょっとの空の旅です。ワクワク。あっという間に到着。空港の券売機で市内までのバスのチケットを買います。バス乗り場までは矢印に沿って歩きます。5分ぐらい離れたところにバス停ありました。このアリバスっていうバスはナポリ中央駅の後、港にも止まるらしいです。中央駅には20分ぐらいで到着しました。今回ホテルも中央駅の近くに取っているので、一旦荷物を置いて観光に向かいます。中央駅の周りは薬物を売っている人がいたり治安が悪いっていう風に聞いていたんですが、今のところ昼間はまだ大丈夫そうです。ナポリ中央駅からはイタリアの他の都市に向かう電車も出ているんですが、地下にガリバルディっていうメトロの駅があって、ナポリ市内はこのメトロで回ることができます。駅に来て改めて思ったんですが、イタリアは本当に人が多いですね。チケット買うのにも20分ぐらいかかりましたって思ってたら、ホームはもっといっぱいの人が。満員電車でした。まずはヨーロッパで一番美しいと言われているトレド駅にやってきました。確かに美しい。トレドの駅を降りるとトレド通りっていう大きい道が走っていて、その両側に細い路地がちょこちょこと走ってます。そしてナポリのお土産屋さんはマラドーナへの愛がすごいです。行きたかったピザ屋さんがすっごく並んでて、どれぐらいかかるか分かんなかったので近くのピザ屋さんに変更しました。この日の気温は28度ぐらいですっごく暑かったのでビールが美味しいです。そしてナポリといえばピザ、マルゲリータ安いし美味しいし最高。このトレド通りはナポリのメインストリートって言われてるくらい、両側にお土産屋さんやジェラート屋さん、ご飯屋さんもたくさんあって、とにかく人がすっごく多いです。特にスリには要注意です。なんでこんなに人多いんだろうって思ってたら、今4月末なんですが、なんとイタリアの大型連休っぽいです。歩くだけでもちょっと疲弊してたんですが、美しいショッピングストリートのガッレリア・ウンベルト一世というところにやってきました。高さ56メートルのアーチ型のガラスのドームを中心にストリートは十字型に走っていて、1887年に建てられただけあって、建物自体はすごく歴史を感じるデザインになってます。ショッピングストリートの割に入ってるお店の店舗数は少ないので、すっかり写真スポットになってます。海の方面にさらに歩いていくとお城が見えてきました。ヌオーボ城は入場料が6ユーロでプラス10ユーロでガイド付きのツアーをできるらしいんですが、言語がイタリア語しかないということだったので入場料だけにしました。ヌオーボ城は13世紀にフランス人によってルネッサンス建築で建てられました。お城の中の一部は今は博物館になっていて、礼拝堂の中にも入ることができます。またお城の2階部分からは外の眺めも楽しめます。こちらが中庭です。お城を囲んでる城壁が高いので結構重厚感を感じます。展示の説明がそもそも少ないのと、説明がイタリア語だけだったりする場合もあるので、フラッと見学するのにおすすめです。今左に見えてるのがベベーレッロ港といって、ここから高速船でカプリ島に行くこともできるみたいです。カプリ島までは50分ぐらいで行けるそうで、有名な青の洞窟もあるので日帰り旅行に良さげですね。
サンタルチア地区に向けて歩きます。この公園では結構寝っ転がってる人も多くて平和です。怪しげな子供用の遊園地もあります。ここの右手に見えているのがサンタルチア地区で、大型のホテルなどもたくさん建ってます。サンタルチア地区は海沿いの景色も楽しめて、比較的治安もいいらしいので、この辺に泊まるのもいいと思います。では今から有名な広場に向かいたいと思います。こちらがとっても大きい半円形の形をしたプレビシート広場。広場にはサンフランチェスコ・ディ・パオラ教会と、その向かいには王宮があります。王宮のファサードには歴代の王の彫像が飾られてて、戦争や火事で被害を受けたそうですが、今は立派な建物です。ここの広場は市民の憩いの場として使われてるらしいんですが、あまりにも暑くて全然憩いじゃない。人が並びすぎてて、お目当てのジェラート屋さんにも行けず探し回ってます。とりあえずここでチョコのジェラート買いました。生き返った。ホテル帰って休憩したので、中央駅の近くで晩ご飯食べようと思います。Google の評価が高かったこちらのお店にやってきました。暑い日のテラス席はいいですね。前菜で頼んだタコサラダがタコたっぷりプリプリで美味しかったです。イタリアの前菜のサイズって大きいね。こちらは水牛モッツァレラのサラダ。このモッツァレラチーズがすごくギュッと詰まった感じで濃厚で美味しかったです。ナポリといえばやっぱり海鮮が食べたくて、エビのパスタとシーフードのリングイネを頼みました。もうお腹パンパンです。帰りに近くのお土産屋さんに寄って帰りました。たくさんレモンのリキュールが置いてあって、さすがイタリアな感じ。パスタやリゾットも置いてありました。中央駅の周りにはゴミもいっぱい置いてあったり、匂いもちょっとあったりして、また歩いてる中でもこの人変わってるなっていう感じの人も何人かいらっしゃったので、あんまり一人では歩きたくないなというのが感想です。ホテルの入り口も割と厳重にロックされてて、なかなか年季のある建物です。おはようございます。編集の都合上2日目を飛ばして3日目をお届けします。今日の夕方の飛行機で帰るので、それまでナポリの旧市街を散策したいと思います。やっぱ落書きの多さと治安はある程度比例すると思ってるんですけど、ナポリは落書きが多いです。この辺の住宅も結構ボロボロで、また路地に入ると子供がバイクでひったくりをしてきたりっていうこともあるらしいので、歩いてる時は気をつけた方が良さそうです。この辺がスパッカナポリっていう地区の入り口になっていて、たくさんお土産屋さんが並んでるみたいなので、いろいろ散策してみたいと思います。観光客もたくさん通るこの通りですが、上は人が住んでるのかな。本当にどこもかしこもマラドーナ。人がたくさん入っていって写真を撮ってる場所があったので行ってみます。結局ここが何だったのかは分からなかったんですが、とっても写真映えしそうなスポットでした。お土産屋さんで見かけるこの唐辛子だと思ってたこの赤いやつはコルノっていう牛の赤い角を意味するらしくて、魔除けになるそうです。またナポリではこういうミニチュアな人形をよく見かけることが多くって、調べてみたら伝統工芸であるらしいですね。これはキリスト教の世界を表現してるみたいで、教会の中に展示品として飾られてました。このお洋服とか小道具もすっごく細かく作られていて、見てて楽しかったです。ここの通りは両側にお土産屋さんたくさんあって、マグネットも1ユーロとかなのでおすすめです。
こちらのイタリア食材店のお店の店主さんが日本の雑誌に取材を受けたことがあるそうで、すごく熱心に商品を説明してくださいました。レモンリゾットとか、あとはトマトペースト、オリーブオイル、どれもすっごくお土産に良さそうで、私たちもたくさん買っちゃいました。このイカスミのパスタもすごくおすすめらしいです。店主さんもすごく気さくな方で、品揃えもとっても多いので、お土産選びにおすすめのお店です。このショーケースに惹かれちゃいました。ババっていうラム酒のシロップが染み込んだケーキが乗ってるパフェも美味しそうでしたが、私はやっぱりティラミスを食べました。マスカルポーネのクリームがふわふわで本当に美味しかったです。さっきの通りに面していたのはナポリで一番大きなゴシック形式の教会と言われているサンタキアラ教会です。この教会は18世紀後半にナポリの建築家によってバロック様式へ改修されたそうなんですが、第二次世界大戦で壊滅的なダメージを受けてしまったようで、またゴシック様式にて修復されたそうです。お腹空いたので旧市街のレストランでご飯を食べます。イタリアではめっちゃトマトとチーズ食べてる。ここのボンゴレはちょっとしょっぱみがあるけど好みの味付けで美味しかったです。カルボナーラは卵感が強くって本格的な感じ。なんかやっぱご飯が美味しい国っていいね。街中に突然ひょっこり現れたナポリ大聖堂と言われているサンタマリア・アッスンタ大聖堂。この大きさカメラに収まりきれません。そして真っ白。そして中に入って奥行きの長さにもびっくりします。天井を見上げると金の額縁の中に書いてある天井画が本当に綺麗で美術館みたいです。そして一番びっくりしたのは奥の祭壇にはナポリの守護聖人の方の血が祀られているらしくって、その乾いた血が年に数回だけ液状化する奇跡が起こるそうです。とっても立派な教会なので歴史地区の観光の際にはおすすめの場所です。今からゆっくりホテルの方面に帰りたいと思います。このトリブナリ通りにも両側に軽食屋さんやお土産屋さんがたくさんあるのでブラブラ歩くのにいいと思います。たまにちらっと横を見るとこういうパンチ強い路地が走ってるので、それはそれで面白いです。この通りの突き当たりに見えてきたのがナポリで2番目に古いと言われているカプアーノ城です。外観がお城っぽくはないんですが、今は迎賓館やイベントホールとして利用されているそうです。お城と中央駅の間に立っている立派なカプアーナ門もありました。はい、というわけでナポリ中央駅に戻ってきて空港に向かいます。バス停は中央駅のタクシー乗り場のすぐ隣にあります。で、最後の最後に空港で出会ったこのスイーツがすごく美味しくって、外のクリームは甘さ控えめで、中のスポンジにはレモンチェッロが染み込んでて大人の味です。ということでデイ2はすっ飛ばしてますが、ロンドンに戻ります。最後に次回予告があるからそこまで見てね。ナポリは治安は悪めだけどご飯も美味しいし、とっても楽しい街でした。ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございました。次の動画ではこの旅行のデイ2で行ったアマルフィとポジターノでの様子をお届けします。この2つの街は私がずっと行ってみたかった街で、美しい景色を見ることができて本当に感動しました。ナポリからの行き方やフェリーのことなどもお話ししているので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。それではまた次回。